これから CPX の解析を始めます。基本的なところをゆっくり言いたいと思います。よく聞いていてください。今日の被験者は34歳男性です。178センチ66キロ、体脂肪率 10% のスポーツマンです。マラソンは2時間53分50秒で走ってしまうという方です。負荷方法は20ワットのウォームアップ、その後30ワットランプで行います。詳しくは概要欄に貼っておきますのでご覧ください。また前回のライブの YouTube もぜひ見てください。僕はですね、いつもこの VVCO2 スロープ、これから始めます。で、このスロープというのはですね、このスケールはちょっとスケールアウトしているんですけれども、だいたい直線的にAT あるいは RCP まで増えていって、そこから、角度が急峻になります。これ、ライブの時に少しお話ししましたけれども、RC ポイントというのを超えると VCO2 以上に VE が、増えるんですね。呼吸によって過換気によってアシドーシスを戻そうというような動きが出ますので、ですから VE、VCO2 関係が崩れるわけです。で、この V vs.VCO2 スロープを決めるときには、ですから RCP 以降は取ってはいけません。ここに緑の線ありますけれども、ランプ負荷の最小 VO2 とかが変化し始まるところですね。ここから、ずっと負荷を増やしていって、でこの辺りで、VVCO2 上昇を開始しましたよね。でこの辺りまで取ります。でこの赤い線に対してそこ緑のクロスより手前はほぼ赤い線と白い線は一致してますけど、これ超えると白い線が上に行ってますよね。ここから先は VCO2 よりも VE の方が増えているという理由です。ですからここの部分までを VVCO2 にします。でここに式が書いてあります。y イコール 0.0248x プラス 1.9 で VCO2 っていうのはミリリッターパーミニッツで VE っていうのはリッターパーミニッツ、1000倍違うんですよね。ですから 0.0248 を1000倍して 24.8、 これが傾きというふうに言います。でちなみにですね、アドバンスの話ですけれども、ここにプラス 1.9 というのがあります。これは Y 切片です。これは4とか超えると視空が多いことを意味してますね。で肺気腫で、肺胞が壊れている人の場合にはここのプラス 1.9 がプラス5とかプラス6とかになります。VVCO2 スロープっていうのはここで決めるということです。この次、AT を決めます。AT はこのパネル3の V スロープ法とこのパネル1、パネル2のトレンド法、これを、見ます。で、V スロープちょっと大きくしてみましょう。VO2 と VCO2 の関係 XY で示したものですけれども、ここの赤い線が45度ですよね。ライブの時にお話ししましたが、VO2 と VCO2 は1対1の関係にあると。ですから45度で増えていくんです。でところが AT になると、VO2 に対して VCO2 の増加が増えるということで、ここの傾きが急峻になると、45度以上になるということですね。だいたいこの辺りの点が、AT なのではないかというふうに考えられます。で、それをこの VVO2 とエンドタイダル O2 で確認するわけですけれども、VVO2 が上昇を開始するところ、これでいくとこの辺りとかこの辺りですかね。でエンドタイダル O2 も上昇を開始するところ、この辺りですかね。で、もう一つですね、僕がよく見るのは、呼吸数をよく見ます。呼吸数をこう赤い線出してみますと AT のところで呼吸が急に速くなることがあるんですね。で彼の場合はここまでは呼吸数は一定でしたが、その後急に速くなっているので、ここはAT かなり確率は高くなってますね。でもう一回そこで V スロープを見てみます。で先ほど僕はこの辺かなって言ったんですけど、こちらと、だらだらだらっと変わっていますから、呼
ここでも納得はするかなと思います。でちなみにですね、最初ちょっと傾き浅いで、この輝度の低いところがウォームアップなんですけれども、漕ぐとですねちょっと右にシフトしますよね。これなぜかと言いますと、動き始めて 酸素を使って CO2 を出すんですが、CO2 って骨格筋に溶けるんです。ですから最初は骨格筋に溶けて口元に出てこない分右にシフトするんですね。でそこから立ち上がるということがあります。であと傾きが浅いのはベータ酸化とか、実は少し混ざっているからということですね。で AT はここで決定しましょうということです。今度 RC ポイントを決めます。RC ポイントは VVCO2 が上昇を開始する点、あるいはエンドタイダル CO2 が、下がり始まる点で、ここから下がってるじゃないかとかいうふうにも見えますが、上昇開始する点とか、あと先ほどのこの VVSVCO2 スロープでこの赤い線より明らかにずれる点っていうと、大体こちらの方がよく下がってますよね。ですからここが RC ポイントということになります。で AT から RC ポイント、これアイソカプニックバッファリングだと言いましたよね。でそこのところがですね、腎臓が一生懸命頑張っているというところですね。で最後ピークはピークの最後のワンポイントということです。でここのところでレポートを押すとバランスが分かるんですね。で AT が健常人の 128%、 ピークが 164%。 これ彼相当頑張ったので、AT もすごいけどピークがもっとすごいというふうな考えでいいと思うんですが、一般の人の場合にはパーセント AT とパーセントピーク VO2 イクオールなんです。ですからもしこっちは AT が 60% とかでピークが100% だったら、もしかしたら AT を低く取りすぎてるのではないかとちょっと疑ってみた方がいいかもしれません。で彼の場合にももう一回そういう意味で見直してみますが、呼吸域値がここだし VVO2 もここから上昇してるし、エンタイダル2もここだし、ちょっとここから後には AT がないだろうということで、AT がかなり優秀でピーク VO2 はスーパーノーマルっていうような状況になっていると、普段からかなりトレーニングしていますから、そういう状況になっているんだろうというふうに思われます。それが終わったら今度区間設定ですね。このレストの数値、ウォームアップの数値、ランプ価値の数値、これを決めます。でまずレストですけれども、レストこれ4分間やっていて、この VVO2、VVCO2 とかそういうデータが安定したところを取ります。大体この辺安定してますね。でウォームアップは、最後の1分間あたりを取ります。でウォームアップ僕はいろんなところで3分間でやってますと言って3分間でやってる施設多くて、僕はそれで構わないと思うんですけれども、一定量負荷として 50W とかを使うとプラットに到達するのに3分弱かかることがあるんです。で3分目と6分目の差を見てそのウォームアップ一定量負荷の負荷量が AT を超えてるかどうか見るという方法もありまして、ですからこのウォームアップの時の負荷量が大きい時は3分のウォームアップだとちょっと足りないことがあるんですね。ですけれども、彼 300W 漕ぐ人の 20W とか、あと一般的には病棟ではですね 0W を使ってますよね、病院ではね。で0W 負荷っていうのは2メッツで室内トイレ歩行に行くぐらいのレベルですから、それをもうちょっと超えたところで CPX やりますから、0W ってのは相当軽いんです。ですから3分かけて、もうプラットにならないという人はいないので、3分にして最後の1分ぐらいを、ウォームアップの数値として採用するということで、僕は間違いないと思っています。今回もその最後の部分を取ります。でエクササイズというのはこの VO2 が増加を開始してから AT の1分後ぐらいまでの部分です。で、彼の場合は明らかではないですけれども、AT を超えてちょっとするとですね、健康な人っていうのはこの V.2 の伸びが
ワークレートの伸びよりも大きくなる、要するにデルタ VO2 デルタワークレートが大きい数字になることがあるんですね。でそれは体が温まってきて血管が開いて足の筋肉への血流量が増えるということとか、ボアエフェクトと言いまして、体がちょっと酸性になったりすると酸素帰り曲線がシフトするんですね。で末梢で、酸素を放出しやすくなるとか、あとコリサイクルといって、肝臓で乳酸をブドウ糖に元に戻すサイクルがあるんですね。でそこでまたブドウ糖が使えるとかですね、そんなようないろんな機序が働いて、人っていうのはどうにかして酸素を使って ATP をいっぱい作れるようにしようというふうに働くんです。ですから酸摂取は増えることがあるので、ですからこの運動中のデルタ VO2 データワークレートを見るときは最後までは取らないようにしています。で心不全なんかの人、あるいは虚血ヘフペフ、そういう人なんかは逆に VO2 の伸びが悪くなったりすることもありますので、そういった意味でも最後までは取らない方がいいだろうと思います。でピークはですね、僕は最後のほんの一つまみを取りますが、最後30秒ぐらい取ってもいいかなと思います。ライブの時言いましたけれども、足をピタッと、ピークの後止めてみた場合にはこのタウオフと回復期の時定数と見ることできますが、足こいでましたからここのリカバリーというのは僕はデータとしては取っていません。でタイムコンスタント、これはここの最初に漕いでからプラトーに到達するまでの時間ということで、これですね。標準的にはこれで終わりです。で、港の機械にはこの TVRR とかハートレートワークレート関係とかそういうのが入ってるんですけども、これは後日また細かく言っていきたいと思います。ここには2つですね。1個はですね、このデルタ VO2 オーバーハートレートデルタワークレート関係、あるいはデルタ O2 パルスオーバーデルタワークレートとかいろんな言い方してますけれども、途中でもお示ししましたけれども、目標とするワークレート、目標とする、VO2 オーバーハートレート、ここのど真ん中に来ればそれぞれ 100% で、だいたいこの5ぐらいから始まるんですけど、そこに向かって上に凸のこういうパターンを描く、これは正常パターンで、それに対してどうなってるかというのを見るグラフです。で彼の場合はワークレートもはるかに超えてますし、ストロークボイルもはるかに超えてますから、非常にどっちにしても心臓のポンプ機能にしても足にしてもスーパーノーマルなんですね。普通はですね、ここから始まって、こんなような感じで終わる人が、臨床の現場では多いですね。足も弱ってるし心臓も弱ってるということですね。でそういう時に心臓リハビリテーションをやると、心臓の方は少し良くなるけど足の方が良くなるので、これの加減に到達すると、そんな変化があることがあります。これ、足を鍛えるべきか心臓の方をもうちょっと良くするべきかを判断するときによく使う、グラフです。でそれと似たのがですね、カルディオマッスルパネルと僕は呼んでますけれども、X 軸がピーク VO2、Y 軸が VVCO2 スロープ、あるいはこれ VVO2 どっちでもできるんですけれども、VVCO2 っていうのは肺胞におけるガス交換効率を見てるわけですよね。で心臓病の方っていうのは肺気腫がそんなにひどくないことが多いので、主に肺血流量がこれを規定しているということで、こっちが心臓の要素というふうにざっくり考えることができます。でピーク VO2 っていうのは肺も心臓も筋肉も全て関係する要素ですけれども、心不全の場合なんかには特にですね、筋肉がすごく関係するんですね。ですから、心不全の場合なんか特に、これは筋肉を表すというふうに考えてしまうと、だいたいこの辺りに心不全の人いるのが標準なんですね。ピーク VO2 も低くて VVCO2 も高いと。でそこで、例えば、植え込み型人工心臓を入れたり、両心室のペーシングを入れると心拍数が伸びますから、この VVCO2 良くなるんです。ですけどもピーク VO2 意外と良くならないんですね。でそこで心リハをやるとこっちに来るということで、やっぱり心臓リハビリテーション、そういう意味でピーク VO2 上げが必要だなということが言えます。このリミテーションはやっぱりピーク VO2 筋肉だけじゃなくて心機能とかそういうのも非常に関係しますので、
単純に筋肉ということは言えないんですけれども、いろんな、そういうのをリミテーション考慮に入れた上ではかなりこれ使えるグラフだろうと僕は思っています。でそれ2つって言ったんですけど、もう一つだけ示しますと、これがタイダルボリュームと、呼吸数の TVRR の絵です。で、ちょっとこれタイダルボリュームスケールアウトしてるので、ここにしましょうか。X 軸が、呼吸数、Y 軸が1回換気量ですね。で、このエクササイズのところから動かしてみますと、このクロスしたここの点を見ててくださいね。最初は、どちらかといえば上の方に上がってますよね。で、ここ AT ですよね。AT 超えると右斜め上に上がりますよね。最初は上っていうのは呼吸数変わらずにタイダルボリュームだけが増えていると。で AT になると呼吸数も増え始まると。で RCP になると彼の場合ちょっとタイダルボリュームまだ増えますけれども、どちらかといえば呼吸数がメインで増えると。ブレイクポイントが2つある、こういうパターン示しますよね。ですからこのパネル2の赤い線が呼吸数なんですけれども、呼吸がちょっとハーハーし始まるところで動いてくださいっていうとちょうど AT レベルなんですよね。ですから AT 処方を呼吸を使って出すことができます。で RC ポイントを超えるとさらにハーハー始まるんですね。この傾きが急峻になっていって、で、それを超えると、結構大変になるかもしれないということで、マラソンやってる人なんかはですね、RCP にならないと呼吸数が速くならない人なんかもいるんですね。そうなると急に AT で呼吸が速くなったのが RCP で速くなると急にそこで息苦しくなく速く走れるようになるということで、急にサブ4になっちゃったりすることがあるということです。でこれのですね、このレストから AT までのここの傾き、これを TVRR スロープと僕は呼んでいます。ここ 173x ってありますけれども、昔うちにいた先生の博士論文ではですね、ここが90を超えると、ピーク VO2、VVCO2 ともにほぼ正常な人が多いというようなデータを出しています。これ非常にばらつきがありますから、うまく線が引けないこともかなりあるんですけども、線が引けた場合にはそういうことを考えることができると。ちなみに、ここの森下のですね、港の機械はウォームアップの時から動きを見ることができるんですね。でウォームアップの時ってもうほぼ一定量負荷ですから、あんまり呼吸数とタイダルボリューム変わらないのが普通なんですけれども、彼の場合はちょっと呼吸数がちょっと速くなって遅くなって、あと呼吸が深くなったり浅くなったりしています。これがひどくてこれを息切れって感じる場合には、これ不安定呼吸と言いまして、息切れの大きい原因になります。でこれちょっと動いた時に息が切れるって言って病院に来る人よくこれがあって、これ深呼吸の練習とか軽い有酸素運動をやるだけでこれ治ることがあるんですね。であるいは足がすごく何かの原因で痩せちゃったと、手術のために1週間ぐらい寝込んだとか、そういう時にこういう動きをすることもあります。で、あとはやっぱりこのライブの現場でですね、ちょっと周りに人がいっぱいいて、彼なりにちょっと緊張してた、そのせいだと思うんですね。そういう、やや興奮状態ということでこういうふうに呼吸が不安定になったということもあります。呼吸っていうのは、ちょっとしたことですごく変化しまして、いろんなそういう気持ちの変化の表れでもあります。ということで、ここの部分は不安定呼吸を見るためにあって、でエクササイズ中のこの立ち上がりが TVRR スロープですね。で心不全の場合なんですけれども、この辺りから始まります。呼吸数が20回とか速くて、で1回換気量が浅いんですね。で、運動を始めて上には来ないです。換気深くはならないで、浅いままどんどん速くなると。それが浅く速い呼吸というパターンですね。でパネルからはですね、主にこの辺りを見て、でその後にこの CPX のレポートというのを見ます。
で今いろいろデータも、取りましたので、ここに数字が入ってるわけですね。で AT は先ほどちょっと見ましたけれども、解析値は 23.1 で、メッツで言いますと 6.6 メッツで、 AT ですでにですね 6.6 メッツで、皆さん手元にもメッツの量があれば見てほしいんですけれども、シャベルで穴をたくさん掘るとか雪かきをする、そういうレベルですね。雪かきをしていても理論上、30分とかそんなに疲れないでできてしまうというすごい体力です。雪かきっていうのはアメリカのデータでは日常活動の中で一番死事故が多い日常活動ですから、それが AT でできちゃうってのは素晴らしいことですね。でそれ同年代の男と比べて 128%。で、特筆すべきはその後ピーク VO2 ですね。解析値 54.1、メッツ数でいきますと 15.44 メッツ。皆さんの手元にメッツの表があると思いますけれども、少なくとも僕が書いた教科書には 15.4 メッツは何ができるなんて書いてありません。こんな人を、心臓リハビリテーションの対象には普通は来ないですからね。でスポーツ関係のやつには 15.4 メッツが分外の活動に相当するかというのは書いてあると思いますので、興味あればそちらを見てください。でそれは同年代の男の 164% ということでスーパーノーマルということですね。でその下ピーク VO2 オーバーハートレート、これは1回心拍質量の最大負荷時の時の指標ですけれども 20.8 ということで 189% です。でこれ経験上はですね189% になるなんてこと普通はないんです。だいたい心臓病の人は相手にしてますから 60% とか 70% ぐらいでいろんな治療してやっと 80%、90% になって、もともと心臓結構いい人は一生懸命心理派に通って130% ぐらいまでいけばいいかなと、そんな感じですけれども、彼の場合は 189%。これ心臓がたくさん伸びてたくさん縮んでというそこだけじゃないと思いますね。スポーツハートちょっと若干心臓の伸びが良くなるからその部分はあるんですけれども、骨格筋からどれだけ心臓に血液が戻ってくるか、全負荷ですよね。骨格筋ポンプが非常に発達しているということと、あと血管内細胞機能、それが非常に柔らかいと NO がいっぱい出るんでしょうね。で、高負荷が非常に小さくなるということで、その辺の3つ、筋肉と心臓と血管内細胞、これの共同作業でこれだけの数字を叩き出したのではないかと思われます。でそれから VVCO2 関係でミニマムとかネイダーとかいうのと、あとここにあるスロープ、これも 24.7 と 24.8 ということで、非常に効率がいいということです。換気応答の換気効率、そういうのもいいだろうということですね。でピークワークレート、どこまで混むかというのも同年代のところに比べて 179% ということです。でピーク VO2 とピークワークレート、非常にこれ関係があるもので、純粋にピークワークレートはここは筋力とは言えないんですけれども、筋力がないとここまでいかないですから、筋力の面でも素晴らしいのではないかなということです。で、ランプ30ですから、この AT の時のワークレート 122W、 1分前で30を引いて 92W で最初運動処方として始めてもいいんですけれども、彼の場合は明らかに健常人ですし、ピークまでかけてもですね、ちょっと画面にはお示しませんでしたけれども、心電図上の変な変化ないし、血圧が上がりすぎることもないし、リスクはなかったわけですから、別に AT を守って始めなくても構わないかなという、そういう処方になると思います。これであといろんな疾患がある場合にはそれぞれの、運動対応のパーセントは乖離したりですね、ピーク VO2 オーバーハートレートがやけに低かったりとか高かったりとか、いろんなその関係性を見てどこが悪いのかなというのを考えることができるわけで、これはまた別の回路でお話をしようと思っております。今回のランプ負荷に関しての内部の解析はこれで終わりにしたいと思います。